おはようございます。今回は以前の動画でも言ってたように、買い手で光るっていうことがいかに大事かって言ってたと思うんですけども、今回に関してはまずグローを集めてみました。で、メーカーによってどれぐらい違うのか、あと持続力がどれぐらいなのか、発光力がどうなのかっていうのを検証してみました。それでは行ってみましょう。まず最初はライトを消した時で一番存在感があるのが SFC のレクター、その次シャウトですかね。で1分になるとジグパラのバーチカルロングはもう真っ暗ですね。全く存在感がありません。で2分になった時に変わってきたのが SFC アビスが存在感なくなって、レクターも若干薄くなって、その次シマノのイージーペブルも存在感がだいぶなくなってきてるという感じですかね。やっぱり最低でも5分以上持ってくれないと、 200m とかの深場使う時はそこを取るだけで2分20秒とかかかってしまうので、着いた頃に存在感がないってなってしまうとグローの意味があんまりないと思うんですよね。そういう意味では5分以上、できれば10分以上持ってくれると一番いいのかな。ただ薄く光ってるだけではなくて、やっぱり存在感が必要で、その存在感に対して魚が興味を示してバイトしてくるっていう流れが一番ベストかなっていうふうには思いますね。シマノはね、やっぱ10分ぐらいまでは持ってたんですけど、その後があんまり存在感がなくなってると。でこれが意外だったんですけど、シャウトのショーテル、これ圧倒的に光るんですね。前から持ってたんですけど、あんまデザインが好きじゃなかったので実は一度も使ってないんですね。ただ持ってただけで。でこのテストでやってみたらびっくりするほど存在感があって、これはちょっと使わない手はないなっていうふうにすごく思いましたね、今回のテストで。あと20分超えても光ってるっていうのが鱗ジグですね。これ唯一ブルーに光るんですよね。ただその尻尾の方だけ光ってるので、存在感っていう意味ではもう一つかなっていうふうに思いますね。この鱗ジグ一番ベストは半分がオールグローになってるっていうのであれば存在感がすごくあっていいのかなとは思うんですけど、尻尾だけ光ってもあんまり評価としては高くないなとは思いますね。正直30分光る必要はないとは思うんですけど、ただ30分光る力がある、発光力があるっていう意味ではすごく意味あるなとは思いますね。早速まとめに入るんですけど、これ1から11まで、実績順で並んでます。で1番のショーテルゼブラグロー、圧倒的に存在感がありました。30分以上経っても光ってました。でブラックゼブラが若干落ちますけど、それでも十分存在感ありましたね。で3番の青く光る鱗ジグですね。これ30分以上持ったんですけど、面積がやっぱり小さい分その存在感がなくって、ビッグフィッシュは食ってきづらいのかな。バイトは多分多くあるとは思うんですけど、でかい魚はねあんまり食ってこないんだろうなっていう印象ですね。で4番のスピードスラッシャー、これね今使ってる画像のタイプは実はダメだったんですね。10分ぐらいで存在感なくなってて、でスピードスラッシャーでも長くこうグローが塗ってあるやつ、それじゃないと20分以上持たないという感じでした。で5番のバタフライウィングはさすがに、存在感あったなっていう印象ですね。で6番のフレアなんですけど、10分過ぎぐらいにはもうだいぶ存在感が薄れてて、ただ弱いまま光ってたっていう印象ですね。そういう意味では7番と大きく差はないのかなっていうふうに思いますね。でバーチカルロングスローはよく頑張ったなっていう印象です。
逆に8番のイージーペブル、どうしてこう違うのかなとは思いました。正直5番のバタフライウィングと同じような塗料を使ってるんですけど、存在感がなくなってしまいましたね、すぐに。で9番10番の SFC は本当に残念な結果ですね。デザインと色味、例えば9番のレクターなんかは片面シルバーで片面オールグローになってて、ベストなカラーなんですけど、そもそもグローがそんなに光らない、持続しない、発光力が最初だけっていうんであればあんまり意味ないなっていうふうに思いますね。あと最後の11番、よくこれ使ってたんですけど、バーチカルロング、今後はちょっと控えようかなっていうふうに思いましたね。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。今回の動画が少しでも良かったなって思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた次回お楽しみに。